さあ、お嬢さん。もう日が昇っている時間だぞ。船の上だというのにぐっすりだったな。疲れが取れたなら何よりだ。おっと、お嬢さん、悪いがそれを拾ってくれるか。さっき外の様子を見た時に布のかかった樽を見つけてな。そこから持ってきたんだ。お嬢さんも一つ食べるといい。なかなかうまいぞ。なんだか懐かしいな。館に来る前はいつもこうして君に土産を届けていた。届けた途端にイルカが飛んできて皿に盛り付けていただろう。そうだな。ナイフを貸してみろ。俺にもリンゴの皮むきくらいはできる。たまには俺にも君の面倒を見させてくれ。少々お待ちください、お嬢様。ほら見ていろ。こうやってだな。こう。フクロウタ、どうした？この姿がそんなにおかしいか？お嬢さんまで。何？リンゴが一回り小さくなっただと？まあ、なんだ。普段の俺を見ていれば丸かじりが基本だとわかるだろう。さて、それを食べ終わったら船内散策をしようと思う。安心しろ。幽霊船の名を持つだけあって朝日が昇ってからは骨の歩く音はしていない。船内地図を見るにそう広大な船でもないようだ。歩いていれば誰かに会えるだろう。地図で食堂の場所を確認した。まずはそこに向かおうと思う。お嬢さんは俺の後ろにしっかりついてきてくれ。いいか。気になるものがあったとしても決して不用意に触らないことだ。どうした？返事が聞こえないぞ。そういう意味じゃない。怪しげな未知の場所で辺りを警戒するという当たり前の行動さ。俺は十分君を頼りにしている。それは分かっているだろう。なあ、お嬢さん。今はタロックを取り戻し無事この船から脱出することを考えよう。昨日は俺も大きなことを言ったが、一番大事なのはお嬢さんが無事でいることだ。それは分かってもらいたい。それに、本当の意味で子供扱いできないから、俺も困っている。いや、なんでもない。しかし、
何でもやりたがるその行動、どこかで。ああ、思い出したぞ。幼き日のリベルタだ。誰だ？この船の人間か？そういうあなた方はアッシュがもてなしたというお客様ですね。待てお嬢さん、まずは相手の話を聞こうじゃないか。昼間に出歩いているということは、幽霊船の中でまともな会話が成立する貴重な相手かもしれん。タロッコ、カードのようなものを知らないか？俺たちはそれを探している。君たちとそのカードのようなものはどんな関係なのか教えてもらえますか？答えが正解なら教えてやるとでも言いたげだな。ならば答えよう。そのカードには不思議な力がある。持つ人間次第で神の力とも悪魔の力とも取れるものだ。俺たちはそれを他の誰かの手に渡らないよう管理している。タロッコの強大な力をレガーロの外に出し、世界の均衡を崩すのは本意ではない。理解してもらえただろうか？私にも守りたいものがあったはず。でもどうしても思い出せない。何を探しているのかがわからないと手の尽くしようがないぞ。それでさっきの質問だが、待てよお嬢さん。恋人たち、私を探しに来たのか？どういうことだ？私はヨシュア。私が探しているものを思い出したら一緒に探してもらえると嬉しい。ヨシュア？いや、人違いだろう。気にしなくていい。しかし結局何も分からずじまいか。逆にこちらから渡した情報が多くなった感はあるが、反応から見るに間違いではなかったはずだ。彼はタロッコのことを知っている。おそらくアッシュに入れ知恵したのも彼だろう。タロッコの持つ力の意味、それを欲するもの。そういえばお嬢さん、さっきの行動はどういうことだ？君の力はそうやって相手のことを考えず強引に心を暴くためのものか？いや、言葉がきつくなってしまったな。君が考えなしに使ったわけではないと信じている。だから
顔を上げてくれ。お嬢さんが結果を出そうとしたのはわかる。だが俺は思うんだ。人の心を覗く能力は本当に必要かと。言うべき時が来たら言う。知りたいなら話す。それを超えることはそこに至るまでの相手の時間を奪っているのではないかとな。まあそのおかげで俺が今お嬢さんの隣にいることを考えると一概に否定もできんが。悪かった。だからフクロタもつっつくな。俺がこんなに説教臭くなったのはスミレはともかくモンドが甘やかしているからだ。君には言ったことがなかったか？以前なぜそんなに溺愛が過ぎるのかとスミレと共に聞いたことがある。昔のモンドは今以上に破天荒を地で行く男だったのは知っているか？一族は育て方が間違っていたと考えた。そこで前妻との間に生まれた長男に対して徹底した教育でしつけたらしい。結果その長男は駆け落ちという反抗を示した。それを見て出来上がったのが君も知っているあの親バカというわけだ。俺の説教の言い訳になっていないか心配だが、君の言う通りだ。間違いを指摘しないことは成長を止めることにつながる。そして願わくばそれが本当に間違いなのかどうかまで自分で判断できる人間になってもらいたいと思う。この話を踏まえた上でさっきのことを思い返してほしい。もちろん持った力を否定するわけじゃない。ただ制御するのは他人じゃない。自分だということを忘れるな。俺は君に心を無理にこじ開けるような女性になってほしくないんだ。長話になってしまったな。さあ行こう。あれから先ほどの男どころか誰の姿も見ないな。昨日の霧といい、この船はやはりどこかおかしい。ああ、言動も行動もどこか違和感を覚える。そしてヨシュアという名前か。偶然、いや単によくある名前の一つだとも思うが、お嬢さんも聞いたことくらいはあるだろう。家を出たモンドの長男、つまり君の兄も同じ名前だ。あまりモンドは話さんだろう。まあ俺も会ったことはないからな。すべては聞いた話だ。今のファミリーの中で面識があるのはジョーリーぐらいらしい。
モンドに似ず物腰穏やかな青年だったと聞くぞ。ヨシュアが家を出なければお嬢さんも寂しくなかっただろう。彼も大アルカナ持ちだったからな。護衛としても話し相手としても申し分ない人間のはずだ。今でも彼がいれば俺は今の立場ではなかったかもしれんな。幹部長という地位だけでない。もしかしたらお嬢さんの部下になっていたかもしれんぞ。お嬢さんやリベルタに説教する口うるさい年長者は一人で十分だからな。その時はフクロウタも俺もフェリチータ。幹部長がなんて邪魔だ。お嬢さん。ああ、過去の置き換えなど意味のない話だな。正直に言おう。君には参ったよ。だが、これで俺を試しているつもりか？俺も一人の男であることを忘れるなよ。フェリチータ。即座に重心を崩し後ろへ押し倒すと腕を上げたな。だが決定的な一打を食らう俺ではない。悪ふざけはこの辺にしておいてくれ。組手なら訓練場で相手しよう。それでいいか、お嬢さん。まあ、俺もいたずらに君の不安を煽るようなことを考えてしまったな。言う前に押し倒されはしたが、それは謝ろう。もうすぐ食堂に着く。今のお嬢さんには感情的に耐え難いかもしれんが、逃げずにそこまで付き合ってくれ。ラザニアないの？意味わかんない。あなたはまず今の状況を分かってください。どうやら俺の目算は当たったようだ。お嬢様、本物ですか？本物ですよね？おう、バンビーナ、会いたかったぜ。周りが骨とバカばっかで潤いってやつが全然足りてねえんだ。お腹すいたよ。ここにいるのはお前らだけか？ええ、途中ジョーリーと会いましたが、この船の構造に興味があるらしく、どこかへフラッと行ってしまいました。そうか。相変わらず当てにならんな。お前らに命令だ。
お嬢さんを賊から守り、かつ食事を確保せよ。でもご飯ってリンゴしかないよ。それでいい。俺はもう少しこの船を探ってみようと思う。あ？よく見りゃバンビーナの顔が真っ赤じゃねえか。おっさんがとうとう手出したのか？人聞きの悪いことを言うな。じゃあ逆か。お嬢様に限ってそんな。ああ。俺もそれは十分身をもって知ったよ。これが返答だと思ってくれ。ではお前たち、お嬢さんを頼んだぞ。あれ？なんてお嬢と目を合わせなかったね。おいおい、血は喧嘩でもしたのか？お嬢様？